はい、皆さんこんにちは。今回はコーティングのお話をしたいと思います。以前からですね、自分でやってみたらどうなるのかなと思っていたんですけれども、驚きの効果ですよ。やばかったです。はい、ということで皆さんいつもご視聴いただきありがとうございます。車市場好き D1 チャンネルです。先日ですね、妻の車の乗り換えということで、こちらのインプレッサ STI スポーツに乗り換えたとご紹介したんですけれども、こちらですね、認定中古車でしたので、コーティングしてなかったんですね。というのもですね、ディーラーにやっていただいたり、キーパープロにやっていただいたりっていうのは考えていたんですけれども、ちょっと今回試しに自分でやってみたらどうなるかっていうのを前から思ってたので、これで試してみようということで早速トライしてみましたというご紹介になります。そして早速今出していますけれども、私がですね選んだコーティング剤はこちらになります。ここでですね、効果不効果ラッキーだったと思うんですけれども、コーティング選んでいる時にですね、こちらの会社さんからですね、まさかのご提案ということで、私のチャンネルで使って感想を言っていただけないかというご連絡をいただきまして、光栄なことにサンプル提供いただいたんですね。それがこちらのレオコートスピードプロということで、ガラスコーティング剤になります。すごいですね。ただ私も車好きの端くれとして正直レビューしちゃいたいなと思います。もし気になった方がいたら概要欄にリンクを貼っておきますので、商品の方確認してみてください。もうちゃんと忖度なしでいきたいと思いますので、ぜひご覧ください。今取扱説明書を見ていますけれども、手順としては比較的簡単そうだなというのがまず最初の印象ですね。コーティング剤が2本入っていて、ガラス剤とあとポリマーコート剤ということですね。コーティング施工前の私たちのインプレッサはこちらになっていて、やはりよくよく見ているとちょっとザラザラしてるし、滑りがない、あとはちょっと傷も目立ちそうだなっていうところですね。このシルバーの塗装はですね、かなりキラキラしていていいなと思うんですけど、実際に今の水はけですね、やってみるとこのように全然撥水性がないと。シルバーなので汚れは目立たないのでいいんですけれども、いや見事に撥水性ないですね。やっぱり考えていた通りボディコーティングはしたいなと。まずですね、カーシャンプーなどで車をよく洗いますという手順となっていますので、手持ちのカーシャンプーで全体をきれいに流しておきます。こちらいつも通りの洗車と同じような感じでいいみたいですね。そして流し終わった後にこちらのコーティング剤を施工していくということで、入っているのはガラスコート剤と、ポリマーコーティング剤と、あとは拭き取りクロスとなっているみたいですね。説明書はかなりシンプルに書かれていて分かりやすいと思います。このようにレバーで、出す出さないもできるみたいですね。そして今カーシャンプーをした状態のインプレッサーがこちらとなっています。やっぱり洗車すると綺麗で気持ちいいですね。この状態の塗装面を触ってみると、特にツルツルテカテカもしていなくて、普通の手触りというか、あんまり滑りがないなという状態ですね。ここにコーティングしていきたいと思います。施工したこの日はですね、風などもほとんどなくて穏やかな天気でしたね。もう本来で言うなれば屋内でやりたいところですが、屋外でも大丈夫と書かれていますので、それも含めて試してみようということですね。で、説明書を見ていきますと、まず、ガラスコーティングの方をですね、していくということですね。容器を振って中身を混ぜるということですね。5回ぐらいってやってますけど、ちょっと余分にやっときましょうか。はい、これでよく混ざったかな。そうですね、もうこんだけあればいいでしょう。で、カラカラ感があるので、混ざってるのが分かりやすいかなと思います。
そして付属のスポンジですね、水に濡らしてよく絞った状態にしてくださいと書いてありますので、それをやっていきます。かなり、絞り込んでいきましょうか。はい、スポンジはですね相当きめの細かいスポンジになっていて、かなり塗りやすそうだなという印象です。はい、ちょっとこれ絞りましてということで、はい、こちら絞ったと状態ですね。でこちらのガラスコーティング剤を持って、塗布していきましょう。どんな感じですかね。ちょっとシュッと、はいはい、こういう感じですね。結構色味がついてて吹き付けられたなというのは確認しやすいと思います。塗り心地これいいですね。伸びる塗ってて楽しいですね。こうワックスもそうなんですけど、結構塗り込んでいくの好きなんですよ。意外と、30センチぐらいずつ伸ばせるかなというところです。で他の面にもこうやって塗っていきましょう。ちょっと倍速対応でいきたいと思います。これあれですね、悪い点というかちょっと気になるのは、やっぱりちゃんと塗れたかなっていうのはよく見ながらやっていかないといけないですね。最初はいいんですけど、塗り広がっていった時にだんだん分からなくなってくるなっていうのがあります。こうして最初はいいんですけど、馴染んできて薄くなると、あれこれどこまで塗ったっけというのは気にしておいた方がいいですね。はい、ということでボンネット塗り終わって、後ろもやっていきましょう。ちょうどですねインプレッサの STI のエンブレムのところですね、こちらの面にも塗るとこんな感じで、塗布されますね。で塗り広げていきます。ボディの塗装面だけじゃなくて樹脂とかにも塗っても大丈夫と書いてありましたので、一通り塗ってしまおうかなと思います。エンブレムが綺麗になるといいですね。なんか塗ってる時の伸びは、結構伸びてくれる印象ありますね。でスポンジの水が少なくなってきたらまた濡らして、絞ると大丈夫かなと思いますが、そうしてですねボディ全体塗っていきました。インプレッサのサイズですとそんなに時間はかからないかなと思いますけど、だいたい丁寧にやって20分ぐらいでしたかね、私の場合。今ガラスとコーティング塗った状態です。ちょっとこれでもですね綺麗になってきているような気がしますかね。この状態で、30分ほど放置して乾かしますということです。そして次はですね、いいですね、なんか楽しくなってきましたね。ポリマーコーティングかと思ったんですけど、どうも余分なガラスコーティング剤を水洗いして落とすみたいですね。なるほど、今そういった余分なやつもついている状態ということなんですかね。じゃあ説明書通りに落としていきましょうか。水をこのように垂らしながら拭き上げていきます。この拭き上げているのは付属のクロスで拭いていますね。はい、拭き心地もなんかさらっとしてきてるようなイメージありますね。何もやっていない塗装面そのままとは違ってきてるなと。どんどん拭いていきましょうか。これは仕上げが楽しみだな。塗装面以外にもですね、ヘッドライトですとか後ろのテールランプとかにも私のは塗ってみましたので、そちらもどうなるかですね。さてさっさとじゃあ水流して拭き上げていきたいと思います。はい、でですねそれをやったということで、今度はですねいよいよ仕上げですね。銀のロゴの、ポリマーコーティングを塗って、仕上げということですね。おそらくこれを塗るとガラスコーティングの上にですねポリマーコーティングが乗って、非常に、ツルツルな仕上がりになるんじゃないかなと思いますが、同じように塗っていきたいと思います。まずこちらはですね付属のクロス、白いクロスついてるんですけども、そちらに直接振りかけるというふうに書いてありましたので、かけますと。でその状態でボディの方に塗り込んでいくということですね。こちらはなんか仕上げのワックス塗りみたいな感じですかね。そんな感じの作業イメージで普通にやれそうです。はい、吹きつけながらと。ではボンネットの方も仕上げていきましょうか。もうこの後同じ作業になるのでまた倍速対応していきたいと思います。
ボンネットに広げて、ここのですねプレスライン結構特徴ですよね。ここもしっかり光沢感出るといいなと思います。ではさっさと仕上げていったということで、こちらもう吹き上げ終わったもになります。どうですか？いきなり飛ばしましたけど、全部同じように吹き上げました。ピカピカですよね。うわ、施工前と施工後と見比べると、もう鏡のように映ってるのが分かりますね。あ、すげえ。ちょっと嬉しいな。このやっぱり光り具合が違うなっていうの分かりますね。前はですねくすんだ銀色って感じでしたけど、かなりなんか鏡に近いような仕上げになってるんじゃないかなと思って、うわやばい、今ツルッツルツルテカですよ。気持ちいいな。これはいつもですね車の見学で内装の手触りとか言ってますけれども、このボディのヌルテカの手触りもいいですね。すごい嬉しくなっちゃいました。いや、それにしてもなんかかっこよさ、ボディの形の引き締まり感が増した気がしますね。このテカリ具合いいと思います。写真映えもしそうですね。なんか心なしかプレスラインが際立った感じがしますよね。そしてですね、施工前施工後で気になっていた水はじき、やっば、すごっ。これ今見ましたか？つるんといってますね。うわ、水はじきすごいですね。これビフォーアフターの違いが歴然じゃないですか。でちょっとこれお世辞抜きですごくて、これは皆さんここ見てください。水の水滴がすごい、濡れ性が弾いてますね。これはいい絵撮れたな。いやー楽しかった。ちょっとなんかボディコーティングとは別の楽しさを楽しんじゃいましたけれども、今回いいコーティングできたかなと思います。はい、ということで今回はガラスコーティングをやってみたという件でレオコートを試してみました。自分でやるよりですね、お店で出すと何倍も高いんで、楽しさも含めて良かったんじゃないかなと思いますね。今回もご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それでは良いカーライフを。